皆さん、こんにちは。ジャパニーズインジャパンです。今日は日本の食事のマナーについて紹介します。現在、日本に住んでいる人や今後、日本に住んだり旅行したりする予定がある人には大変役に立つ動画なので、ぜひご覧ください。飲食店、つまりレストランでは、席に座ると店員さんからおしぼりを渡されることがあります。紙のおしぼりや温かい布のおしぼりなど、様々な種類のおしぼりがあります。海外ではティッシュが机に置いてあることが多く、おしぼりを出されないので、正しい使い方を知らない人も多いと思います。顔を拭いたり、口を拭いたりする人がいますが、これは日本ではマナー違反です。おしぼりはあくまで手を拭くためのものなので、口や顔、テーブルを拭くのはやめましょう。テーブルにティッシュが置いてあれば、それを使って口やテーブルを拭くようにしましょう。日本では食事の前と食事の後に手を合わせて挨拶をすることが基本的なマナーです。食事の前にはいただきます。食事の後にはごちそうさまと手を合わせて挨拶をしましょう。いただきますとごちそうさまは食事を作った人、食材を育てた人など、自分が食事をいただくために関わった人たちへ感謝を伝える意味があります。また、食事は魚や肉など他の生き物の命をいただく行為でもあるため、生き物に対して感謝をするという意味もあります。一人でレストランに行くときは、必ずしも手を合わせる必要はありませんが、ホストファミリーや友達の家でご飯を作ってもらったときは、感謝を示すために手を合わせるようにしましょう。海外、特にアメリカやヨーロッパでは、フォークやナイフを使う人が多いですが、日本人は基本的に箸を使ってご飯を食べます。箸の使い方を間違えると、一緒に食事をしている人が不快に感じたり、不潔だと思ったりするため、注意が必要です。ルールはいくつかありますが、特に重要なものを紹介します。まず、食べ物に箸を突き刺して食べることはしないようにしましょう。
ソーセージなどを食べるときに箸を刺すと食べやすいかもしれませんが、日本では行儀が悪いとされています。食べ物が大きい場合は、箸で小さくカットしてから取ると良いでしょう。また、お米に箸を刺して立てることは絶対にしてはいけません。これは亡くなった人、つまりすでに死んでしまった人にお米をお供えするときにする行為です。日本ではタブーとされているので気をつけましょう。また、どの料理を食べるか迷って、料理の上で箸を動かしたりするのはやめましょう。宗教的な意味はありませんが、行儀が良くないと考えられています。お皿を箸で引き寄せることも行儀が悪いと考えられています。必ず手で取るか、お皿が遠い場合は近くの人に取ってもらうようにしましょう。食べかけのものをお皿に戻したり、口に入れたものをお皿に戻したりするのはマナー違反です。食べかけとは食べている途中のものという意味です。口に入れたものを戻すと、食べかけのものは噛んだ形が見えるため、一緒に食事をしている人に汚いと思われてしまうかもしれません。なかなか噛み切ることが難しい料理は仕方がないかもしれませんが、箸で切れるものは切ってから食べるようにしましょう。食べ物を噛む音を出すのはマナー違反です。噛む音はくちゃくちゃと表現されますが、これは行儀が悪いことだと考えられています。必ず口を閉じて噛むようにしましょう。また、食器を置くときに音を立てたり、フォークやナイフなどでガチャガチャと音を立てるのは好ましくないと考えられています。先ほど食事をするときは音を立てないのがマナーとお伝えしましたが、音を立てた方が良い場合もあります。例えば、お味噌汁などの汁物や、そばやラーメン、お茶など、温かいものは音を立てて飲んだり食べたりすることが正しいマナーです。海外の人にとってはわかりにくいルールだと思います。音を出して食べたり飲んでも良いのかわからない場合には、音を出さずに食べた方が良いと思います。日本の食事は
すべて食べきることがマナーです。全部食べると、料理を作った人が自分の作った料理を気に入ってくれたと喜んでくれます。アレルギーや嫌いな食べ物など食べられないものがある場合は、飲食店では注文する前にメニューを先に確認することで、残さずに食べきることができるでしょう。また、ホストファミリーにも事前に苦手な食べ物を伝えておくのが良いと思います。予想以上に量が多く、お腹がいっぱいになってしまったときは残しても良いですが、料理を作ってくれた人にごちそうさま、おいしかったですとお礼を伝えるようにします。和食を頼むと、多くの飲食店でご飯の入った茶碗と味噌汁が入ったお椀が出てきます。この場合、手に持って食べることが良いマナーとされています。お椀やお皿を持たずに顔を料理に近づけて食べるのは礼儀正しくないと考えられています。私も小さい頃、顔を近づけて食べていたら、お母さんに行儀が悪いと注意されたことがあります。持って食べることが良い食器は、片手で持てる重さのものです。お茶碗やお椀、小皿などです。ラーメンなどが入った大きなお皿は無理に持つ必要はありません。食事をする際は、きれいな姿勢で食べるのがマナーです。猫のように背中を曲げる姿勢、つまり猫背で座ったり、テーブルに肘をついた姿勢で食事をするのは好ましくありません。また、足を組んだり、横を向いて食べたりするのも行儀が悪く見えます。しっかり前を向いて正しい姿勢で食べるように心がけましょう。日本の多くのレストランでは、注文するとデザートを除いてすべての料理がほぼ同時に出されます。日本では食べる順番にもルールがあります。はじめに食べるのはお味噌汁などの汁物です。汁物を最初に食べることでお腹が温まり、食べ物を消化しやすくします。また、箸を汁物で湿らせることで、お米が箸にくっつくのを防ぐことができます。汁物を最初に食べたら、その後は
味が薄いものから味が濃いものの順に食べます。醤油やソースなどを使った味が濃いおかずを先に食べてしまうと、ご飯や野菜などの薄い味の食べ物が物足りなく感じます。ただ、初めて食べるものはどんな味なのかわからないと思います。そんな時は汁物、ご飯、おかずの順番に食べれば大丈夫です。その後にまた汁物、ご飯、おかずを食べ、これを繰り返します。友達とご飯を食べるときは気にする必要はありませんが、マナーの一つなので覚えておくのが良いです。今回は日本の食事のマナーについて紹介しました。日本にはいろんなマナーがあるので、この動画が役に立てば嬉しいです。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。皆さんのコメント、高評価、チャンネル登録がとても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。